私たち、整形してます。そうですね。整形しまくってますね。ほぼ毎回どこかしら変わってますもんね。ほら、漫画のキャラクターだってちょっとずつ変わってますからね。最大の要因は基本画力がないことと、直さずにはいられない性分だからです。ドンマイ。韓国カカオトーク、日本のドラマを訴える？カカオトークといえば、韓国ではナンバーワンのメッセージングツールです。韓国のメッセージングツール使用時間のシェアでは2018年基準ですが、94.4% を記録し、文句なしの1位となっています。全世界でもユーザ数は2億2000万、月間アクティブユーザ数は4900万人とウィキペディアには記載されています。これは2017年5月基準なので、もっと多いかもしれません。そんなカカオトークも海外では今一つ振るいません。ウィキペディア英語版によると、インドネシアでは2013年に韓国に次いでユーザ数の多い国となったとしています。当時で1300万ユーザだそうです。しかし現在インドネシアでは WhatsApp が主に使用されていて、2番手は LINE、そして Telegram。カカオトークは失墜してしまったようです。日本ではカカオトーク、なんじゃそら、レベルです。基本的に韓国人の友人または韓国に取引先がある人以外は入れていないと思われます。カカオの日本法人カカオジャパンがサービスを展開しているコミックサービス、ピッコマの方が日本で収益を上げています。こちらは日本でも2018年7月に1000万ダウンロードを突破し、コミックサービスでは検討しています。日本ではほとんど日の目を見ないカカオトークでしたが、最近ではドラマに登場し、存在感を示しました。ご覧になった方もいるかもしれません。現在テレビ東京で放映中の、テレビ東京及び動画配信サービスパラビです。のドラマ、来世ではちゃんとします。こちらは4コマ漫画が原作で、CG 制作会社に勤める女性を中心とした性生活を描くコメディとのことです。このドラマで、そういった性的な秘密の会話をするためのツールとして登場しているわけです。こうして日本でもかなりマイナーなところからですが、メッセージングツールの一つとして日の目を見ました。これに対して韓国のカカオ本社は、このドラマには協賛しておらず、広告効果というよりはイメージを毀損する恐れがあるとして、テレビ東京を相手取って法的措置も検討しているということです。編集所管。通常ドラマでは現存しているサービスを使用することはまずありません。ドラマ用に作られたポータルサイトや検索エンジン、メッセージングアプリを使って広告主間の思わぬ利害関係に配慮します。超メジャー企業以外の場合、もちろん事前通告はあることが望ましいですが、突然テレビで取り上げられるとなると、広告換算にすれば数百数千万円にも及ぶと大喜びするものです。しかしカカオにとっては性的な秘密メッセージのやり取りというのは我慢ができなかったようです。またはこうして訴訟を起こして話題を作ることで、より一層世間に名前を知らしめようとしているのかもしれません。いや、むしろこうすることでさらなる悪評が知れ渡るかもしれませんが、そもそもこの報道、日本でも韓国でもほとんどされていないようですし、カカオトークというと、2012年、ちょうど私が Yahoo 関係の仕事をしている時に、Yahoo Japan とカカオが提携をしてその存在を知りました。Yahoo は 50% も出資して、日本市場の一角を築こうと試みていたようです。震災の後ですでに日本では LINE がその地位を獲得していて、当時はガラケーからスマートフォンに変えた人は、まず LINE を入れていたと思います。少なくともカカオトークではありませんでした。そんな状況でしたが、Yahoo の一部社員はカカオトークを入れて、取引先ともカカオトークでやり取りするようにしていました。でも家族とは LINE でみたいに話していたと記憶しています。迷惑だったのは無理やりカカオトークを入れさせられていた Yahoo の取引先の方たちですね。ちなみにソフトバンクのグループ会社の人は一人も入れてませんでした。私もその前後で一度インストールしましたが、昔一緒に仕事していた韓国人の名前が突然出てきたのを覚えています。連絡する相手が全くいないのでしばらくして削除しました。世界では WhatsApp が猛威を振るっていますが、セキュリティに重大な問題があるとされてからはどうなっているのかわかりません。私も仕事でやむなく使っていますが、本音は削除したいです。楽天バイバー、シグナルも仕事上やむなく使っています。LINE は家族との連絡用です。WeChat はなんだかんだでインストールしていません。ドラマでのカカオトークの立ち位置は、知名度がないから人に見られたくないメッセージだけをやり取りしようということのようです。そういう使い方であっても広がれば良いのではと個人的には思います。
韓国政府が傍受しているかもしれませんが。カカオトークって初めて知りました。やっぱりそんな程度の知名度。IT 系メディアからも存在を無視されていますからね。バイバーもだけど。バイバーって何ですか？似たようなのですか？そうですそうです。楽天の。なんだか面倒になってくるな。編集所間で話されていましたけど、もし私がカカオトークの PR 担当ならテレビ東京にお礼を言うと思います。確かにかなりマイナーなドラマで、全国区でもなくて視聴率も 1% あるかどうかだと思いますが、それでもテレビというメディアに乗って伝わるというのは少なからず影響力があります。事前連絡がないことと使われ方についてはもう少しなんとかなってほしいとは思うかもしれませんが、それを差し引いてもプラスだと思います。実際に日本法人はドラマで使われていると知って喜んだと思うんですよ。韓国の本社が怪訝に思うのも理解できますが、訴訟を起こすことではないと思います。なるほどね。どうあれ PR 効果は大きいってことですか。今回の報道も日韓それぞれでもっと盛り上がればなのにね。日本では報道されてないですか？わからないけど、パッと見たところはないですね。もうカカオっていうだけでどうでもいいし。さて、カカオジャパンは2014年に Yahoo から提携を解消されて、Yahoo は LINE の方に行ってしまいましたよね。結局 Yahoo の力をもってしても、ただの韓国ローカルなメッセージングアプリでしかなかったということでしょうね。現にカカオは中国でも失敗し、日本では毎年赤字を積み重ねて2015年には2億円の赤字だったのが2018年は38億円。ピッコマで収益を上げているはずがこのありさまだから相当厳しいものと思われますね。かなり厳しい状況のように見えますが、これでも事業継続は可能なんでしょうか？本国からの支援があるからじゃないですかね。そういえばカカオのキャラクターグッズを扱うお店とカフェが渋谷と表参道にできて人気だったとかいうニュースがありましたが、今はどうなんですかね。だからカカオを知らないのでそういうのも全く知りません。当時は韓国メディアが行列がすごくできたって報道してたんですけどね。それ以降は音沙汰がないですね。ごめんなさい。全く興味がないのでもっと別の話題をお願いします。これはどうですか？カカオのキャラクターでアピーチです。このキャラの人気を主軸に展開していこうと考えているようです。これは可愛いですね。受けると思います。デッパはいらないです。デッパにしちゃったんですね。ちょっと気持ち悪いです。他のキャラはどうですか？可愛くないです。イラッとします。次に言ってください。何それ？もう話すことなんてないよ。じゃあカカオトークインストールしてくださいよ。嫌ですよ。邪魔くさい。じゃあこうしよう。2人で入れてちょっと使ってみましょう。嫌です。取材だよ。結局使ってみないと話せないじゃん。アカウントを登録したくないです。確信ついてきましたね。グーの音も出ません。もう終わりにしましょう。こんなグダグダな終わり方あり？はい。カカオトークは終了です。この後はさっきの整形の話の続きをしましょう。20行くらい書いてた脚本全部破棄することになるよ。もうつまらないからいいです。終わりです。カカオトーク終わりです。終わりだそうです。そして、整形の話するの？そういえばまたご意見いただいていましたね。締め方について。はい。ご意見、ご感想よろしくお願いしますでいいんじゃないかと。そうしないんですか？自分で整形の話をするとか振っておいて。尺的に整形の話は無理ですよね。ここからぐだぐだ喋ります？無理というか作るのが大変。またプログラム変更しないといけないし。じゃあ決めましょう。ご意見、ご感想よろしくお願いしますに。どっちが言う？両方。交互とか。暗転してきた。もう時間がないようですよ。そういえば名前についての質問がありましたけど。設定はいろいろありますよ。でもう終わっちゃう。